都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。オトラスは、自分でここは直したいと思う癖とか習慣ってありますか？ありますね。春になってお外が暖かくなったので、外に出ればいいんですけど、どうしても、お外暖かそうだなって思いつつ、室内で12時間とかランクマッチやっちゃいますね。ちなみにマスターは？ない。わからない。自分がどういう癖を持ってるのか、なるほど。自分がわかんないね。いらっしゃい。いらっしゃいませ。今夜はバーチャファイター e スポーツで活躍するお客様がいっぱい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1人目のお客様は初めてのご来店となるちび太郎選手。間合い管理のうまさを生かした老快な立ち回りを得意とする強豪プレイヤーです。2人目のお客様も初めてのご来店となるとんちゃん選手。高い人間性能で相手を圧倒、現役最強とも名高いトッププレイヤーです。3人目のお客様も初めてのご来店となるバルゴのジャン選手。近年バーチャ界に名乗りを上げてきたジャン使いの若手実力者です。4人目のお客様はホームステイアキラ選手。長期にわたりトップを走り続けるアキラ使いとして有名なレジェンドプレイヤーです。で早速なんですけども、このお客様それぞれの、お人柄ですね、こちらに迫っていきたいと思います。まずはちび太郎選手ってどんな方でしょうか？ゲームがうまい子って感じですかね。シンプルに。シンプル。存在を認識したのはでもかなり前じゃないですか。もう10多分5、6年前とかじゃないですか。僕も若い方になっちゃうんですけど、バーチャファイターだと。だからそれよりも若いってことで、そう気にはしてましたね。はい。人間としてどういう方だっていう印象を持ってますか？物静か。物静か。いるかいないか分かんないぐらいの感じです。若いんですけど、プレーがもう老快さが溢れてる。これね、格ゲーマーあるあるで、なぜか若いのにすごい昔からやってるから気づいたら中身はベテランみたいな。いやもう距離取って安全圏から不可角取ったりとか、かといってインファイトもゴリゴリできるんですけど、その反応もあるんですごいうまいプレイヤーですね。もう彼はバーチャ歴も20年超えてるんで。すごいですね。20年超えてる。実はすごい古参なんですよね。古参。もうだからちび太郎くんよりも長くバーチャやってる人ってそんなにいないかもしれないぐらい。やっぱ僕は初めて見たの5歳ぐらいとかだったね。5歳の時どんなプレーしてたか覚えてます？今のそのなんかベースとなる動きをしてて、もうリスクは嫌いですみたいな5歳からどっしりとした立ち回りをそら強えわ、してましたね。強えわけだわ。続きましてとんちゃん選手についていかがでしょうか？最強なんですよ。最強の人間が最強のキャラクターを使うとこうなるっていう期待値のある動きで、最大の動きがあるじゃないですか。それを対戦中にもかかわらずその理論値マックス叩き出してくるとんでもない選手です。なるほど。人格的にはどう？かなりやばいんじゃないでしょうか。やばい。自由奔放ですね。自由奔放遣いがいい。見てて思うのが、やっぱ格ゲーっていわゆる人間性能っていう部分で、これ以上ないだろうみたいな部分を前提に設計されてる部分があると思うんですけど、それをやっぱり超えちゃうとゲームが破綻するものってあると思うんですよ。例えばもう下段が絶対見てからガードできちゃったら、他の人に強力な攻撃なのにその人にはもうその逆にチャンスを与えちゃうみたいなっていう状況が結構トンちゃんはあるんですよ。なるほど。遅い技が触れないんですよ。なるほど。つまりこっちの行動が制限されちゃうんですよ。なるほど。ここはやっぱ他の人と違うところかな。でそこに対するやっぱそのお仕置きも非常に痛いので、一切甘えさせてくれないっていうんですかね。なるほど。甘えを許さないプレイヤーと、もう常にお前間違ったらどうなるのか分かってるんだろうなみたいなプレッシャーがありますね。対戦することってちょくちょくあるんですけど、やっぱりもう絶望しか感じなくて、他のプレイヤーだったらまだ戦えるなって思えることはあるんですけど、とんちゃんさんだけは本当にもう絶望しかないんですよね。いや強すぎてもう萎えてくるんですよ。萎えてくる。そんな凶暴なプレイヤーです。なるほど、ありがとうございます。続いてはバルゴのジャン選手について、ホームステイアキラ選手いかがですか？もう7、8年ぐらい前だと思うんですけど、ゲームセンターで見て、最初やっぱ知らない人だったんで、誰はこの人だと思ってたんですけど、やっぱ地方から出てきた人で、よくやっぱいると思うんですよね、格闘ゲームって。やっぱ何年か経ってるととても強くなって、いつの間にかセガの組手とかにも出たりしてありがたいことに呼ばれるようになったりして、なんかサクセスストーリーっていうんですかね、なんかそういうのを見てこうなったんだみたいな感じでちょっと感慨深いものがありますね。ちび太郎選手いかがですか？
ごめんね、ないよね。ないわけじゃないんですけど、印象にないよね。印象にないよね。言われ尽くしちゃったからどうしようかなっていう。最初に出会った時のこと覚えてますか？ゲーセンの大会で初めて見たんですけど、名前の知らないジャンルの人がいるぞって、それでその時ちょうど対戦したのかな、思ったより強えぞと、こいつは誰だと思ったより来ましたねこれ。ゲームセンターあるある。ありがとうございます。そう本当に今をそれ以上に強くなっちゃって、正直対戦したくないじゃしたくないですよね。ではとんちゃん選手いかがですか？いやもうゲームに関してはまるで成長しないです。あれ、なんか今までの話がなかったかのような。上げて落とす感じね。変わんないんですよ。ただそもそもやってることが強いってだけで、別にこの人はこうだからこうっていう、要はその身内読みだったりとかは全然別にうまくなくって、みんなができることのボーダーラインよりちょっと高いところにいるって感じのイメージです僕は。そうなんです。彼がそのさらに上の上にいるんで、ちょっと何も言い返せない。そこはそれでは最後にホームステイアキラ選手の印象について、次はちび太郎選手からお伺いしていきます。シューティングも本当にランカーですごいっていうイメージがまずあって、それでバーチャでも本当に強くて素晴らしい選手だなっていう印象でありますね。初めて会った時は多分上京してすぐの時でしたね。初めて5歳とかから僕もホームステイアキラ選手の存在は知ってたんですけど、お話しさせていただいたのが大学1年生で上京してすぐの時ですね。強すぎてこれはなんだってのはなりましたね。昔からもう第一線で活躍されてて、せこさもマックス、強さもマックス、で見せ方もマックスで、穴がない本当に最強のアキラの一角を担っているんじゃないかなと思います。とんちゃん選手いかがですか？いや僕もそう思いますよ。悪いところはないと思う。いやでも本当にご夫婦でもうバーチファイターを一番盛り上げてくださってるお方で、彼と奥様いなければ今のバーチファイターの盛り上がりはないんじゃないかなっていうぐらい本当に尽力なさってくれています。ホームステイアキラ選手のお人柄はただのいい人って感じですよね。なんか面倒見のいいおじさんって感じですよ。切れて大パンとか見たことないです。確かに見たことないですね。はい、冷静なイメージですけどね。なんか勝ってねよっしゃーみたいなのはあんまり見たことなくて、実はだから勝って当たり前だと思ってんでしょうね。そういう締め方する？シューティングの時には切れてたって話、ね、めちゃくちゃ切れてますね。昨年6月にですねリリースされたバーチャファイター e スポーツ、3月20日にはバーチャファイター e スポーツチャレンジカップシーズン0セカンドの決勝大会が開かれました。今回ね撮影している時はですね開催前なんですけれども、本日のゲスト4名全員がそのファイナルに出場決定しております。お一人ずつ予選の感想をお願いいたします。グループの運も良かったのもあって順当にサクサクと上がれたなっていう印象でしたね。これ予選やる意味あるのかなと思って勝ちてよくないみたいな感じでしたね。フリーパス。俺も予選なしでいいだろうとか思いながらやってました。とりあえずほとんどが先に1試合取られる展開ばかりで、本当に苦しい展開だったんですけど、最後ウィナーズで残れて、僕と同じジャンっていうキャラの最強の一人である方と対戦したんですけど、なんとかそこを勝てて予選抜けれたのでよかったなと思います。強い人とことごとく当たるような組み合わせ、くじが悪いなと思ったんですけど、試合内容とかもその1回戦とかいきなりもう完全に負け試合みたいな流れから勝ってたんですけど、これはなんか神様が今日ちょっと勝たせてくれるんじゃないかみたいな感じがしたんで、それでここでもう多分勝てないと次はないなぐらいの気持ちでやって、なんか勝ててよっしゃみたいな感じでしたね。厳しいながらもここを勝てているんだからいけるだろうみたいな。体力負けてるんですよ。ホームステイさんがあとちょっとで相手体力めちゃくちゃある、後ろ投げでリングアウトして勝つっていう、なぜそれが通るのみたいな、もうありえないことがやっぱ何回か起きて、でそれで逆転できたんで、もうこれはこんなついてる日はねえなみたいな。3月20日にバーチャファイター e スポーツチャレンジカップシーズン0セカンドフリーファイナルが行われ、16人の選手が出場。ファイナリストの登場です。本日のお客様、ちび太郎選手とバルゴのジャン選手が1回戦で直接対決。
2対0で勝利したちび太郎選手は勢いのまま決勝まで勝ち進みます。しかし決勝ではカメレオン選手にセットカウント3対1で敗れ、惜しくも準優勝となりました。なおホームステイアキラ選手は1回戦敗退、とんちゃん選手は準決勝で敗退しました。決勝大会の最後にはバーチャファイター e スポーツの新しいコラボが告知されました。その動画をご覧ください。この時を待ってたぜ。よし行くぞ。行くぞ。ラウンド1レディーゴー。オラオラオラ。バーチャルで戦え、リアルを超えろ。それでは大会で活躍されている皆さんに本番さながらの対決をハメ準カップという形で見せていただいてもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。第10回ハメ準カップ。今回のハメ準カップは1回戦決勝戦ともに1試合選手制のトーナメント形式で開催。優勝者には番組特製トロフィーを贈呈します。1回戦はじゃんけんで勝った選手が対戦相手を指名。勝ち残ったちび太郎選手が挑戦したいという理由でとんちゃん選手を指名し、1回戦はご覧のように決定しました。まずは1回戦第1試合、ちび太郎選手 vs とんちゃん選手です。全力でぶつかって砕けたいと思います、はい、頑張ってください。砕けるって言ってるんで、それがいいんじゃないですか。ステージやはっとやばいですね。カステラステージ、通称カスラ、非常に狭いステージ、お互い今すぐさまねこの壁コンボを狙える位置にということで非常に危険なステージになっております。重量級のジェフリー、そして中量級、非常に速い展開を得意とするジャッキーの試合。あと序盤、おっと壁に押し付けたダウン位置からしゃがみガード、速い展開でサードスティックハンギングに膝だがガードしている、しっかりと反撃。いやまた価格がないんですよ。フラッシュキック、この、いわゆる居合蹴りですよね。これを自在に出していく、そこをしゃがんでの膝でしたが、おっと暴れているスラント、細かく技を削る。しかしトーキックスプラミスになりましたが PG 投げが通った。投げに対してやはりスラント、トーキックの恐ろしさがあるんですけどよく暴れましたね。PK からかけて投げ、どのような結末を迎えるか。ここで津波ビート、まさかの一撃。バックダッシュ効果に見事に突き刺さりましたね。リーチのないこのミドルキック、コンボ指導技から逆転という形と言っていいでしょう。ちび太郎決めてきました。しかしここはしっかりと避けてしゃがんでいる PK、 そしてフロントバックルイカ、前投げ軽か高いトーキック、壁に押し付ける攻め、 PK から有利を生かして避けるが PK 投げをしゃがんだちび太郎、これでリーチ。早い展開でしたがしっかりとこの投げの空振りを見逃しませんでした。難しいんですけどね、投げスカに規定打撃入れるの。いわゆるこの屈伸しゃがみダッシュ、しっかりとして投げを回避してと、ここは今後ミスになってしまったとんちゃん。毎回居合蹴りを成功させるのは難しい。しかしここは成功、有利を取って一気にこのダメージ、ちび太郎追い詰めていきます。あとは壁を嫌いながらしゃがんでいる K からしっかりと、しかしここはシャガパン、そしてサディスティックハンディングにフルラウンドまでもつれ込みました。ここまで大きな壁コンボは出ていませんが危険なステージだぞ。大内から一気に体力半分、イージー投げて、しっかり前を抜ける、こちらも抜けている、速い展開でアッパーカウンターヒット、壁には張り付かず十分なダメージ。しかしここ PK で暴れてカウンターからとんちゃん追い詰められた。 PK
暴れている。どうだ。いや PB アッパーしゃがんで PK 残ってる。ガード押し切った。ミドルキック反撃。見事にその挑戦状を叩きつけてトンちゃんを破りましたちび太郎。いっぱいいっぱいで本当自分のプレーすることに必死だったんですけど、なんとか勝ててよかったです。まあって感じですね。まあ特に、はい、早い展開でしたが、いや最後起死回生のサマーソルトでしたかね。あれ良かったっすね。続いて1回戦第2試合、バルゴのジャン選手 VS ホームステイアキラ選手です。なんとか食らいついてワンチャンものにしたいと思います。この試合勝ってトンちゃんの敵討ちしたいんで頑張ります。選ばれたこのステージ、今回ランダムで選んでいますが壁がないそうですステージになりました。リングアウト、四方がリングアウトになる。ジャン対アキラの組み合わせ。早い展開でまずはヤクホ一つカウンターヒットでしっかりと長打長中出していきます。 PG 暴れていく。そしてよーし戦輪後ろ投げ火力が出ます。さあこれでまず下段ガードしている。トップから速い展開を作っていくのはバルゴンジャン。側面カウンター、しかしその数奥手目暴れていく。後ろ抜ける。ゲーモンからいや経験 PG ちょっと遠かったですね、ミドルが当たった後が。ミドルが側面やられ正面カウンターになったんですけれども、おっと背後からとんでもないことになっているぞ。半分半分減りました。しかしこちらも側面カウンター、今度はしっかりと野槌が届いて追いついてきました。 PG おっとしゃがんでいる。だがリードはホームステイアキラか。避けて私も投げを通していきました。これで2ラウンド連取はホームステイアキラ。中間距離から連携を組み立てていくのはバルゴのジャン。側面から背後に回り込んで背後投げショーダウンまで。いやークルシはガードしている。しっかりと情報押し置きが痛い。ジャンプ K 避けられない。年間帯から体力はいやーしまった。動いてしまった。3ラウンド練習勝者ホームステイアキラ。結構やっぱやってることうまくいったんで、なんか内容が噛み合った感じでした。いやコンボミスが痛かったですね。あの状況あんまりないんでその状況判断できなかった自分が悪いです。参りました。第10回ハムジュンカップ1回戦はちび太郎選手がトンちゃん選手に、ホームステイアキラ選手がバルゴのジャン選手にそれぞれ勝利し決勝に駒を進めました。第10回ハムジュンカップ決勝戦、ちび太郎選手 VS ホームステイアキラ選手。相手は大ベテランなんで、本当全力でプレーしていきたいと思います。小学生の頃から見てきたこのちび太郎くんと対戦できるので感慨深いものがあるんですけど、ここはまだオジのちょっと意地を見せたいなと思うんで頑張りたいと思います。スモーリングということで壁はないですね。ランダムで選ばれております。お互いに火力十分。どんな試合になるでしょうか。まず開幕投げに行きましたが、そこをしっかりと下がって前投げで捉えていったのはホームステイアキラでした。ここからトーキックに返して空振りを捉える。2発目ガード疑問からPK 暴れている。屈伸、お互いに屈伸。イージー下上投げが通らず、そしてすぐさまヤクホが飛んできました。まずはホームステイアキラ。どっちも殴り合うタイプじゃないですけど、なんか殴り合ってますね。殴り合っていっている。背後ガードを崩してまずはホームステイアキラが先手を取りました。やはり要所で強力なこのガード崩し、中距離側面から GoTo スリープ後ろ投げ、おっとしっかりと東が抜けている。細かい接近戦です。いやーこれアキラスペシャル暴れマジか。暴れのチョイスが攻撃無心走行上での暴れ。これでホームステイアキラ2ラウンド練習。ちび太郎追い詰められました。投げの空振りに T からの投げ、そしてトーキックハンマー中段からしゃがんでいるが、ここはリングアウトを警戒しての後ろ下がり。しかしヤクホで捉える。体力リード圧倒的にちび太郎。しかしアキラの火力怖いぞ。側面から
食い込んでいく。おっとこの後ろ投げ GoTo スリープ捉えてちび太郎ラウンドを返します。 Round 4. Ready, go! ここはコボいやック勝負のと難しい側面カウンターでした。いやここもしっかりと起き上がり下段キックを奥襟を回避してこのすぐにつないでいく。フロントバック V か体力リードは十分。あとは細かく削っていきたいちび太郎ですが大渕明こういった場面でも強い。いやどうだ2発目出していく。さあこれでフルラウンド優勝はどちらの手に。開幕まずは下段から失礼。経験投げ通る。これで一気に体力は半分。起き上がりを取っていきます。今から天砲線金追追いついてきました。ゲームオン。引っかかれ怖いぞ。通らば終わる。しかもいやートモクだ。お互いに大技をクリアしちゃいましたがカウンターヒットを取った第10回ハメジュンカップ優勝はホームセイアキラ。ありがとうございます。最後ちょっとかっこよくアキラスペシャルで決めようかなと思ったんですけど、途中で止められてアキラスペシャルの最後の部分がコマミスで出て、それが結局、いい方向に転がりました。2発目の陽子線2のとこ最後の部分が最後の逆光の部分が、運が良かったですね。これでね決勝もこんな感じでついてればいいかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。まだまだ自分の力が足りないということで、ね、その次の決勝でまた当たったとしてもいいように練習していきたいと思います。はい、ありがとうございました。各駅サメジュン、本日も閉店のお時間となりました。4人の個性あふれるトークも楽しかったんですけど、やっぱりバーチャは見ているのがすごい楽しいなと思うので、3月20日私も一視聴者として楽しみに見ようかなと思いますし、きっとこれがオンエアされる頃には結果が全て分かっているので、4人の皆さんがどういう気持ちでこのオンエアを見るのかなっていうところまで私は楽しみにしたいなと思います。緊張していろいろトークでもいろいろとグダグダにはなっちゃったんですけど、こんな素敵な場所に呼んでいただきて本当に光栄だと思っているので、また機会があればよろしくお願いします。意外と面識はあるんですけど、意外と話したことないようなことをなんかね改めて今日話す機会があったなっていう感じで、楽しかったです。コーヒー美味しかったです。僕だけなんかラグチェックしてる間に試合が終わってしまったんですけど、大会で活躍してこのオシャンティーなカフェでティータイム楽しめるように活躍したいと思いますので、応援よろしくお願いします。この3人ですか。はい。あとはやっぱバーチャのことを結構喋るんですけど、やっぱ改めて今日質問いただいたこととかって喋る機会がなくてすごい新鮮な気持ちで、なんていうんですか、初心に帰るってわけじゃないですけど、出会った頃に話す会話ではないみたいなのできて、逆にそれが新鮮ですごい楽しかったですね。あとはもうハメジュンカップも優勝させていただいて、とても個人的には最高です。神回じゃないかなと思います。でまた機会あれば呼んでいただけると思います。ということで、今夜の各駅サメジュンお客様は、ちび太郎選手、とんちゃん選手、バルゴのジャン選手、ホームステイアキラ選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。来週はギルティギアストライブ特集。数の子選手、サミット選手、投げ選手、モッチー選手がご来店。お楽しみに。